ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、現ハイファイの新作、THS。T シリーズは、現ハイファイの中でも中核をなす、ダイナミックドライバーを搭載したシリーズで、その中でも T1 系は、サイレン化のエントリー、という役割を担う一台だ。今回紹介する THS は、T1 シリーズの中でも2作目、金属ハウジング、リケーブル負荷、低温度角化出る、という特徴を持った、初代 T1 から、リファインした T1 プラス、という2代目が発売されたんだけど、その T1 プラスの再チューニング版、という立ち位置になる。外装については、このイヤホンものすごく割り切っていて、プラスチックの小ぶりな簡易的なものが採用される。カラーバリエーションは豊富なんだけど、質感的に黒をおすすめしたいところ。他のものは無地、不透明のフェイスプレートなので、半透明の黒が一番スッキリとした外観をしてるぞ。ちなみに、細かいラメが注入されてて、嫌味にならないくらいにキラキラしている。ハウジングは小ぶりなんだけど、ドライバーは、中華イヤホンでは定番となりつつある、10mm。最近はこのサイズのドライバーをあえて高音域に BA などを組み合わせず、単独で使うことが多いような気がするな。パッケージはしっかりと THS 表記に変わってるんだけど、ハウジングの記述は T1 プラスのまま、ということで、仕切り直したモデルだけど、基本的に T1 プラス、と思っていいかもしれない。T1 図はシンプルなプラスチックのハウジングと、小型軽量であることが功を奏して、軽くて装着しやすいイヤホンだったんだけど、標準のイヤーピースだと、イヤーピースの膨らみが耳の奥の部分にまで達せずに、ちょっと装着感が浅く感じるモデルでもあった。今回の、外装においての THS での最大の改良点は、イヤーピースみたい。前回のものと同様、軽めで柔らかい装着感のイヤーピースなんだけど、開口部が大きく取られていること、山の盛り上がりがより太くなったことによって、より THS に最適化されたイヤーピースが付属するようになった。T1 プラスは中低音域の厚みがある音色で、逆に高音域のキレが足りない、と評する人もいたので、その部分をがっつり改善するイヤーピースだ。実際、アコースティックシリコンスリーブ、というよくわかんない名前で表現されて入るんだけど、このイヤーピースの改善は、現ハイファイも積極的に商品ページでアピールしてるな。もちろん、イヤ機変えただけでパッケージが変わった、だけじゃなくて、本体内部のドライバが収まっているケースも、再開発された。この部分は今回、真鍮製であることが明言されていて、以前の T1 プラスより中音域の表現をより明確に行えるよう注力したらしい。イヤーピースと、このドライバのケース部分の再開発によって、T1 プラスの、まあ、低価格だし、荒いところもあるよねと言っていた部分にテこ入れが入った、改良版、という立ち位置みたいだ。そもそもの T1 プラスも、低価格の割に魅力的なドライバーを搭載していた、10mm のベリリウムメッキコーティングは、より高価格なモデルでしか本来お目にかかれないもの。国内だと、5000円以上のクラスで、中国工場と相談しながら作ったモデルとかがあったんだけど、T1 図は当時のレートで3000円程度で購入できてしまう。実際、その安価さのおかげでテこ入れが行われるようになったんじゃないかな。さて、それじゃあ、実際に聞いてみようか。T1 プラスはもともと、ベリリウムメッキのドライバらしさを持っていた。すなわち、高音の元気さ、低音の沈み込みつつもキレのある、ベリリウムメッキ特有の響き方、とでも言うべき特性だ。THS はそこをしっかり引き継ぎながら、中音域の改善が行われたモデル、という商品説明だったけど、まさにその通りの特性を持っている。よく響く高音域、少しくっきりと聞こえるようになった中音域、少し、とは言ったけど、この少し、が重要で、実際聞いてみるとかなり見通しの良い雰囲気でなるようになった。ボーカルなどはちょっと温かみがある感じだったのが、元の T1 プラスだったんだけど、改善版の THS では、ここが感触サウンドと暖色サウンドの中間くらいの調整になっていて、よりくっきりと音楽を聴くことができる。現ハイファイの現行ラインだと、T2 プラスが好きな人は、T1 プラスの方が、T3 プラスの方が好きな人は THS の方が好きそうだ。T2 プラスは強調しない音色の1ダイナミックドライバ機。T3 プラスはリキッドクリスタルポリマー振動板を追加して、T2 プラスに中高音域以上のきらびやかさを付加したような仕様で、特に、中高音あたりが気持ちよく響いてほしい人には、THS の方がより優れた1台に聞こえるんじゃないかな。ベリリウムコーティングの性質は極端に前面に出ていないので、とにかくベリリウムの味を出したい、という人よりも、どこかベリリウム味がある感じで、良いイヤホンをお探しの人におすすめだ。中高音域が整理されたことにより、金属質な音色などの表現力が上がっているので、より、誰にでもおすすめできる1台になった。
現ハイファイ系のイヤホンの入門機、というポジションとしては、ちょっと他のモデルと音が違うんだけど、ベリリウムコーティングのダイナミックドライバー、1個持っておきたいな、とか、いつでも使えるベリリウムメッキのイヤホンが欲しいなと思っている人には、価格、装着感、取り回しなど、すべての面で現ハイファイ THS は最適だ。前作の不満点を的確に潰したアップグレードなので、T1 プラスをスルーした人は、このタイミングで触ってみるのもありだな。元々のモデルも悪くないし、今回の THS もより良くなっている。現在の円安情勢でも4000円を大きく割る価格を保っていることを考えれば、非常にお買い得な一台、と感じられるんじゃないかな。それから、微妙なアップグレードなんだけど、若干乳白色系の濁りがあった、T1 プラスのハウジングと比べて、今回の THS は、よりくっきりとした材料が使われてる。こういう地味なところも質感につながるので、こういったアップグレードはどんどんやってほしい。実際、ちょっとチープさが減ったぞ。並べてみると、THS の方が内部ドライバが観察しやすくなったことが分かった。現ハイファイは、しっかり過去作を見直して発売してくることは、プラスを除く T2 シリーズ、同じハウジングを採用した、T2、T2 プロ、そして T2 エボでよく理解してるつもりだったんだけど、今回の T1 図も、しっかりと最小限の手直しであともう一歩改善してきた。T1 プラスにもう一声、と思ってた人、もう一斉ちゃんと来たぞ。と、こんなところだな。低価格ながら、よくできてる。こういう手の届くイヤホンが好きだな。上位 T3 プラスなどとは、しっかりと価格差分の音質の違いがあるものの、最安、最小、それでいてベリリウムコーティングという魅力も兼ね備えてるのは、うまくできたモデルだと思う。5000円以下戦線に、今度こそ殴り込める一台だぞ。といったところで今回はここまで。